ごちそうさまチャンネルは男子おつまみ、アンチョビちょっと加えてチーズを加えて少しだけこってり食べれるしっかりしたおつまみですかね。ブロッコリーのアンチョビチーズ焼きです。とろけたチーズの下で焦げた部分が下の方に落ちてるアンチョビとニンニクとくっついたりするわけですね。それを一緒に広げて食べるイメージですかね。聞こえますよね。アンチョビのそのなんていうかな、魚っけをチーズがこう丸め込む感じですかね。うまい。皆さんこんにちは。今週の、ごちそうさまチャンネルは男子おつまみ、ブロッコリーのアンチョビチーズ焼きです。ブロッコリー普通にソテーして召し上がる方結構いらっしゃると思うし、僕も以前アーリオオーリオを作ったことが確かあったと思うんですけど、アンチョビちょっと加えてチーズを加えて少しだけこってり食べれるしっかりしたおつまみですかね、ブロッコリーの。でこれこの間僕キャンプ行ったんですけど、そこではやりませんでしたが、キャンプとかにもぴったりのレシピなんじゃなかろうかと。まず材料です。ブロッコリー、ニンニク、アンチョビ、スライスモッツァレラでオリーブオイルと、お塩と胡椒で、お塩はアンチョビも個体差が塩分の個体差あるので、アンチョビ絡めた時にちょっとだけ味見してちょっと薄いなと思ったらお塩するぐらいのイメージでいいと思いますね。まずニンニクみじん切りですね。オープニングでもね言いましたけど、この間キャンプ行ったわけですよ。寒いこと、朝4時ぐらいにもう寒さで目覚めて足が凍傷になるんじゃないかぐらい寒くて、それにちょっとビビりましたね。アンチョビはぬるっといきましたけど大丈夫ですか？ぬるっと切る工程叩くわけですよ、細かくね。アンチョビを叩くんですね。そうですそうです。細かく全体に行き渡るように。でまずオリーブオイルですね。で火かけます。ブロッコリー引いていきます。よいしょ。ちょっと焼き目つけたい感じですかね、ここでね。でブロッコリーは生でも食べれるんで、蒸し焼きにして完全に火通すとかいうイメージじゃなくていいと思いますね。僕は硬い方が結構好きで、普通にボイルして食べる時もう20秒ぐらいで揚げちゃいますね。でこういうやっぱ鉄鍋の方がいいと思いますね。小さいフライパンでも同じようにできるんですけど、もうこのままダイレクトにテーブルへみたいな、そういう感じの気楽レシピですね。ところどころに焼き目がついてきたら、ここでニンニク。最初からニンニク入れちゃうと焦げちゃいますね。でアンチョビで、さらに追加のオリーブオイルですね。で全体混ぜていきます。でアンチョビがところどころブロッコリーに絡むように。でここで少し火を落とします。ここから弱火でいきますね。でここでチーズで蓋。本当にここはねもう弱火でいいです。特にスキレットの場合は保熱性高いので、多分ですけど余熱でもチーズいきますね。最近全然飲んでねえな。いや普段は飲んでますよ。すげえ蒸気買ったんですよ。このぐらい高さ、太さこのぐらいで二重構造なんですけど、多分このグラスにして4、5杯分ありますね。だから2杯飲んだら潰れました。後半でも氷かなり薄まっちゃうじゃん。いやそれがですね、朝起きてもまだ氷残ってたんですよ、同じ状態で。いいですねいいですね。こんな感じでございますよ。もう出来上がりですよこれ。下の方にちょろっと溶けたチーズも入り込んで、このとろけたチーズの下で焦げた部分が下の方に落ちてるアンチョビとニンニクとくっついたりするわけですね。それを一緒に広げて食べるイメージですかね。はい、完成です。胡椒ね、塩胡椒してない。ちょっとだけ味見して、結構ふんやと思うからおいしい。おいしいです。やっぱりね、このチーズがねメインでかかってるところ、これをアンチョビと一緒にこそいでですね、結構だから真ん中の方はね火がしっかり入ってるんですよ。これ今ぐずっと崩れたんで、
で周りの方は少しまだ食感残ってる感じですかね。このねアンチョビとこのニンニクとチーズが絡んでるところ、ここがいいですよね。いただきます。うん、うまい。アンチョビのそのなんていうかな、魚っ気をチーズがこう丸め込む感じですかね。美味しい。これこのままピザの上のっけても美味しそうですねこれね。案外クリスマスもいいかもしれないですね、メニューとしてね。やっぱりね聞こえますよね。そのサイドの方はやっぱ少しまだ食感残ってる感じですね。でも基本的にはそのチーズ絡んでる部分が取り合いでしょうからね。これブロッコリーで今日やりましたけど、カリフラワーでもできるし、僕インゲン好きなんでインゲンでもできるし、アスパラでもちゃんと皮引けば多分美味しく食べれると思いますね。でね、炭酸系の酒に合いますね。クリスマスにやっぱり食べるんだったらスパークリングで乾杯してもらいたいですかね。ごちそうさまでした。